おはようございます。ケンです。テスラ株400ドルを割っています。ただ、ここを分岐点だと思っていると少しずれます。今、本当に見ないといけないのはそこではありません。すでに市場は次のステージに進んでいます。今、マーケットでは400ドル割れ、これが強く意識されています。心理的な節目としても注目されていたラインです。ただ、実際のチャートの動きを見ると、市場の関心はすでに移動しています。結論から言うと、今の焦点は370ドルです。ここをどう扱うかで今後の流れの質、これが変わってきます。では、流れを整理していきます。ここ数週間は400ドルの攻防でした。何度も支えられていたラインです。しかし先週、そのラインを明確に割りました。重要なのはここからです。割れた後、どう動いたのか。これが今の相場の本質です。現在は370ドル付近まで下げてきています。つまり問題は割れたことではなくて、その後弱さが継続していることです。では、この下げは何なのか、恐怖なのか、それとも整理なのか、ここは冷静に見ていきます。まず、下げ方は段階的です。一気に崩れているわけではありません。次に出来高です。パニック的な増加は見られません。そして RSI30 付近まで来ていますが、極端ではありません。これらを総合すると、この下げっていうのは恐怖ではなくって、どちらかというと整理に近い動きです。ただし、ここで重要な事実があります。構造としては明確に弱いです。冷やしてみると20日線、50日線すべて下向きです。そして200日線も割り込んできています。これは軽い事実ではありません。つまり動きの中身は整理寄りなんですけれども、構造はすでに下降トレンドに入っている。この2つが同時に存在しています。では、短期の動きはどうなのか。4時間足を見るとかなりはっきりしています。売りが優勢なんです。高値は切り下げ続け、安値も更新しています。さらに RSI は30を割る場面も出てきています。ここで大事なのは、売られすぎだから上がるではないということになります。今は弱い中で売られ続けている状態なんです。そして今回、一番重要なポイントがここです。出来高とデルタの組み合わせです。4時間足のボリュームデルタを見ると、売りが優勢です。一方で、全体の出来高は増えていません。これが何を意味するのか、それは強い投げ売りではないということになります。ただし、同時に買い支えも弱い。つまり、需給の空白ができているんです。これが今の相場の本質です。では、ここで一つ考えてみてください。この状態は底なのでしょうか？それともまだ途中なのでしょうか？結論はシンプルです。今は攻めではなく待ちの局面です。長期で完全に崩れているわけではない。ただし、中期は明確に弱い。短期は売り、優勢。このように時間軸がバラバラです。こういう時に無理に動くと判断を誤りやすくなります。では、これからどこを見ていけばいいのか。ポイントは3つだけです。まず200日線、およそ394ドル付近です。ここを回復するのか、それとも上値の抵抗になるのか。次に370ドルライン、今まさに試している重要な水準です。そして最後に出来高。ここが増えてくるのか、それともこのまま薄い状態が続くのか、この3つで十分です。はい、ということで今回のまとめです。テスラ株は今崩壊しているわけではありません。ただし明確に減速しています。そして400ドルはすでに過去の分岐点です。今、市場が見ているのは370ドルの攻防です。つまり、相場はすでに次のステージに進んでいます。この認識のズレが今一番重要なポイントになってきていると思います。今日のこの内容ですけれども、投資助言ではありません。最終的な判断というのはご自身でね、行うようにされてみてください。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では、今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。
皆さん、毎日の生活の中で洗剤は必ず使っていると思います。この洗剤なんですけれども、実は海を汚す元になっているっていうのをご存知でしょうか。食器や家などは綺麗になるかもしれませんが、実は地球を汚している。例えば、ちょっとね、想像してほしいんですけれども、洗剤の泡なんかを庭の草木にかけようとした時に、それはまずいでしょって思いませんか？ハイターなんかを植物に吹きかけたりしないですよね。つまり洗剤っていうのは環境にはあまりよろしくないんです。けど今僕が家で使っているナノトップっていう洗剤があるんですけれども、これは洗浄成分が 100% 植物性なので自然を汚さないんです。しかも洗浄力もバッチリです。さらにもっといいのが、これ1本で家中掃除ができるんです。食器もトイレもお風呂も車だってこれ1本で掃除ができます。これまで車を洗浄するときにも家の庭で洗車をしていたんですが、その泡が自分の庭の草木とか芝生に流れる、これすっごい嫌だったんですよね。けどナノトップに変えてからは全くもってそういったことも気にならなくなりました。ぜひね、興味のある方は概要欄にナノトップの公式リンク記載していますので、そちらよりご覧ください。またナノトップのインスタもありますので、ぜひね、そちらの方もご確認されてみてください。環境のために自分でできることは自分で取り組んでいく。洗剤をナノトップに変えることで、それだけでも SDGs になります。またナノトップは除菌効果もありまして、50倍の希釈でもコロナやインフルエンザの予防につながります。そういった点も魅力としてあります。実際に先週ですけれども、とあるクリニックさんの方で無料デモをさせていただきました。クリニックさんの方から非常にいいというレビューが来ておりまして、そのクリニックさんではナノトップの導入も決まりました。なので例えばクリニックっていうのはちょっとね、またこれをイメージねしてほしいんですけれども、病院に行った時に今って入り口にアルコール除菌があるじゃないですか。あれをナノトップに変えることができるんですよ。そしてアルコール除菌が苦手な方っていらっしゃいますよね。しかしね、ナノトップに変えることによって、ナノトップで除菌すると手がすごくスベスベして滑らかになるんですよ。なので使った後の使い心地っていうのもめちゃめちゃいいんですよね。なのでクリニックさんの方もこれだったらもうアルコールからこっちに変えた方が絶対にいいとなりまして、採用となりました。なので今は法人様限定ではありますけれども、無料デモというのも行っています。興味のある法人様は僕の LINE の方から問い合わせをしてもらえれば、僕の方からナノトップの方に伝えて無料デモいたしますので、興味のある法人様はぜひね、問い合わせの方よろしくお願いいたします。実際に次なんですけれども、4月11日に千葉の方で無料デモを行います。この千葉の会社なんですけれども、テスラのプロテクションフィルムをしている工場なんですね。なのでそこで見学っていうのもできますし、実際にどういった感じなのかっていうのもですね、無料デモも参加することができますので、興味のある方ですね、これは個人の方でも大丈夫です。僕の方も行きますので、ぜひね、どんな感じなのか、そしてね、プロテクションフィルム、こちらに興味がある方もぜひね、僕と一緒に行きましょう。4月11日です。そちらも行ってみたいと言われる方がいらっしゃったら、僕の LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。正直僕は洗剤はナノトップに変えない理由はないと思っています。ぜひはまずはオンラインショップ、こちらをご覧になってみてください。そして何かナノトップに関してご質問などがあれば僕の方でもお答えできますし、今は500円のサンプルっていうのも用意してますので、そちらの方もね、試されてみてください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。